はい、皆さんこんにちは。アイトレフラブです。今日はもう早速なんですけれども、テーマの方に行きまして、こちらになります。はい、今回は、ちょっと技とかで、型とかではなくて、テコについて先生にお伺いしたいなと思ってまして、で意外と私も稽古してて、いろんな方から、これはテコみたいなことを言われたりとか、他のいろんな動画見てても、合気道結構テコだよみたいなことを言われる先生方もいらっしゃいますし、合気道とテコの関係性ってどうなんだろうとふと思ったんですが、F ラボではほぼ出てこないですよね。そうですね、個人的にはテコで崩してもいいけどそれじゃない崩し方もあるというか、ちょっと体験程度ですけど、やっぱ BJJ 柔術とか行った時にも本当詰将棋とテコがすごい、もう本当に詰将棋的な相手を追い詰めていくし、やっぱテコで本当にスコンと転がされるっていうか、マウント取っててもね、なんか足とこっちの簡単なやつでポッと崩されるとかと、テコを効かせたら柔術にはかなわんなと思ったことがあるんですけど、お前が未熟だからだとそれまでなんですけどね。その辺のちょっと違いというかがなかなか分かりづらい部分もあるのかなと思うので、今日はちょっと自由に少しやりながら、その辺の違いを研究してみたいなと思っていますので、よろしくお願いします。では本編の方ご覧ください。どうぞ。例えば最初に一挙習った時に、どなたでもそうだと思うんですけど、肘を落として、手首を上げろって習うかと思うんですけど、これ多分テコですよね。これじゃ効かないよって。肘を押さえつつこっちを上げると、こうですよねって。これはテコで、最初は私もそう習ったから、これの延長上でやっていかれて、もちろん正解だし、間違いはないし、自分もそうした時にはテコを使ってるし、そう説明する時もあるんですけど、じゃあ、そればっかりかって言ったら、これ別にテコ使ってないもんね。結果的にテコになった、結果としてテコになってたらちょっとすいません。わかりませんけど、今のはもう、文字通り前も言いましたけど、腕押さえ。ちょっとこのまま頑張っとって、この間やったここ繋いで頑張っとって。いや、頑張っとってね。結構もう効かんや。今針がしっかりしてるから。なので、文字通り腕押さえ。腕なんだけど、ずんと体そのものを落としますよっていうと、これの時は、ほぼほぼテコは意識してないし、二教もやったかもしれませんけど、なんか正確にはテコってなんか3種類ぐらいあるらしいですけどもね。前もやった、よく二教ってここ、いいとか悪いとかじゃなくて、ここをこう押し付けてくる人がいるけれど、ここを支点に、接点を支点にして、ここを力点にして、そこを作用点にするよっていうと、第三のテコになるのかな。効率は悪いんだけど、筋肉の構造とかなんか、それはメインらしいですけどもね。シーソーみたいなやつが一番なんか効率はいいテコに確かなるらしいですけども。詳しくはなんか算数系の YouTube を見ていただいて、あれですけども。で、これだと何もないから、ここ支点にしました。で、支点だからもう動かさなくていいですよ。で、ここ力点。で、ここ作用点にしてしまうと、何も起きないですよね。ここ支点、力点、作用点は相手の体感みたいな感じで持っていったら、やっぱテコを利用した二教なんだけど、これ別にほぼほぼ、何も、やっちゃってるなっていう類のかもしれませんけどね。それかこれか。これなんかは、今これはちょっと先輩がやってて私も練習中なんだけど、いつもこうつなぐってやってるんだけど、つないでいくとテコの作用になるのかもしれんけど、逆にちょっと先輩にやられた、ここのつながりを切ってしまうと、なんか向こうがバランス崩すみたいなね。そんなのも個人的にやって、これテコじゃないしね、みたいな。4教も同じ理屈で、ここ視点ですよ。で、ここを作用点にしたくて、ちょっとごめんね。ちょっと力ずくでやるから抵抗しといて。ここ捕まえて、ここを
作用点として一生懸命これグリグリを頑張って押してもこうだから、さっきの2強と一緒で、ここ支点、ここが力点、作用点はそっちっていう風にして、4強やるときもあるし。で、ごめん、これは別にほぼほぼ、支点とか力点とか作用点とか、さっきの1強と一緒で、さっきとこれちょっと頑張っとって。貼っといて。ここはもういかないから、さっきの1強の一緒、腕押さえと一緒。腕押さえでやったことを今度ここでよいしょって押さえていきましょうっていう時にはほぼほぼテコは気にしてない。で、この巻き投げ、腕絡み系なんかでもこう肘を支点にこう投げていきゃ関節のロックとテコですよね。で、まあ一般的には、この方がわかりやすいのかな。こんな感じか。ここ支点にこうして投げりゃ。だけど、これも同じ理屈。もうこのまま投げりゃね、飛ぶまあ、ここ支点にして入ってこうすりゃ。テコで投げてるっちゃ投げてんだけど、ここのちょっとまた頑張って自分で手を押さえて、好きに持つ。こう、いかないと。じゃあどうしましょうかと同じ理屈なんですけど、そこスッと崩してますよって。この時には、ほぼほぼ、ひょっとしたら結果としてはテコの作用になってるのかもしれないけど、個人的にはテコはほとんど意識してない。さっきやった2強とか4強みたいに、明確に、ここ支点にしますね、力点にしますね、作用点にしますね、みたいな、明確な意識はしてないというか、できてないというか。なんで、テコで投げてももちろんいいし、でもテコ以外の方法もありますよ、と。個人的に合気道の面白いところってのは、その辺がこう広いというか、人それぞれでいろいろあるところがまた合気道の面白さじゃないかとかね、思ってるんですけどもね。とりあえず一旦ちょっとここで。どうでしたか？なんか明確にテコっていう意識でやられると、テコだなっていうのが分かるのかなっていう感じしなくてもよかったですけど。ですね。あれは外見から見てもって言ったらあれですけど、そうですね。なんかもういかにもそのテコを使ってなかった感じがあって、ただ先生がされた腕押さえとかもなんかこう人によってというか解釈によってはいやこれも支点力点作用点でテコだよって言われるかもしれないし、その辺は正直なんか私もこれもそのテコに当たるのかなってちょっと思ってたところがあって、なのでそこはもう解釈次第なのかなとは思ったんですけど。結構、すみません、もう本当数学得意な人に、あるいは物理が得意な人にちょっと解説してもらわないと。テコそのものがよくわかんないけど、単純に意識している場合とそれを意識してないっていうのはそんだけの話ですか。あと物理的な力の作用っていうことだけではない部分っていうのは、例えば意識だったりとか、そうですよね。相手の脳の反応だったりとか、そういうのもありますね。ですよね。だから合気道の面白いところはそういうところもあると私は思ってるんで、なんか全部テコだって言い切るのもちょっと私はしないし、いやテコは使わないとも言わないし、それこそずるいからいろいろあって楽しいじゃないかって。そうですね。いろんな解釈ができるっていうところが合気道の面白さみたいな。個人的に思ってるんですね。会派によって同じ技でも名前が違ったりとか、そうからね。呼吸投げとか天秤投げでもそうですし、呼吸力なのか集中力なのか、結局は言ってる人の捉え方というか考え方なのかなと思うんですけど。はい。みんな違ってみんなということで。はい。はい、いろいろと試してみてください。今回ちょっとテーマが広かったですが、はい、何かの参考にしていただければと思います。よろしければチャンネル登録、それからいいねボタンもよろしくお願いいたします。また次の動画でありがとうございました。